あれが必要だな。これが欲しいな。そんな時、私は買う前にまず家にある余り布や端切れを探る。そして大抵の場合、家にあるもので作ることができてしまうのだ。今週は忙しい。学校行事もいろいろあるし、必要なものもこまごまある。毎日少しずつ作っていかなくっちゃ。何か硬いものはないかな？これなんかがいいかな。最近ダーツがあるような立体的なお洋服を作ることが多くなって、袖まんじゅうが欲しくなった。袖まんじゅうはまん丸なものと細長いものがあるのだけれど、今日はまん丸のを作ってみようかな。ロールハトロン紙の芯を使って土台を作ろう。これは使い道に困っていた余り布。ハロウィンの時に息子と次女にペンギンを作った時の余り布だ。ストレッチが効いてて真っ黒だからパッチワークにも不向きで使い道に困っていたのだけれど、この袖まんじゅう作りにぴったりだ。この芯にぐるぐる巻いていこう。だいぶいい感じの大きさになったかな。そしたらちょっとふわふわしたメルトンフリースの端切れを緩やかなお山になるようにのせよう。だいたい形は OK かな。良さそう。この黒いストレッチの生地をかぶせて、なるべくシワを伸ばしながら包もう。
そしたら表面がピーンとなるように注意しながらそこを適当に縫い留めよう。まん丸袖まんじゅうの土台ができた。まん丸の袖まんじゅうのカバーと、もう使うには小さくなってしまったこの次女の枕を使って細長いのも作ろう。どの生地がいいかな。2つお揃いの生地にしたいな。ロスで買ったこの奥様柄の生地がいい気がするのだけど、どうかな。ちょっと奥様が大きすぎるかな。こちらの方がいいかな。良さそうだね。周りを串縫いしていこう。一周縫えたら糸を引っ張ろう。土台にかぶせて、上側にシワが寄らないようにピーンと布を引っ張らせよう。上布を土台に縫い付けよう。次は下布も同じようにつけていこう。下布は周囲を1センチの2つ折りにしよう。
今日は日本食材店でメロンソーダを買ったからクリームソーダを作ろう。次は細長い袖まんじゅうを作ろう。上布と下布を中表に合わせて角は丸くなるよう縫い合わせよう。返し口を残して縫おう。余計な縫い代はカット。カーブは切り込み。表に返そう。ここに枕を入れよう。返し口を手で閉じよう。今日は台所の付近を作ろう。今使ってるはぎれで作った布巾がだいぶ傷んできちゃったから新しく作ろう。ガーゼ素材が使いやすいんだよね。4枚のはぎれをパッチワークしよう。前回も使った布巾の裏布はこのタオルのはぎれ。すごく使い勝手が良かったから今回もこのタオルを使おう。
どんどんパッチワークしていこう。タオルと中表に合わせて返し口を残して縫おう。余分な縫い代はカット。表に返そう。周りに押さえミシンをかけよう。娘たちの髪の毛が伸びてきたから、今日は洗顔用のヘアバンドを作ろう。ついでに私のも作ろうかな。この柔らかい生地たちがぴったりだ。中表に合わせて返し口を残して脇を縫おう。縫い代を開こう。上下1センチ内側に折り込んでおこう。半分に外表に折ってぐるりと縫おう。
細いゴムを4本通したいからステッチを3本入れよう。ゴムを通していこう。次女の幼稚園の担任の先生がもうすぐ出産を迎える。日本だとお祝いは産後に渡すことが多いと思うのだけれど、今回はみんな産休に入る前に渡すようだ。どうか無事に生まれますようにと願いを込めてスタイを作ろう。どんな感じにしようかな。次女に作ったワンピースの端切れを使ったら先生も喜んでくれるかな。今回は次女が生まれた時に作ったスタイの型紙で作ろう。ちょっとお出かけにも映えそうなお洋服みたいなスタイにしよう。あの時はスタイを作るのは最後かなんて思いながら作っていたけれど、意外にお祝いで何回も作るな。スタイの型紙はいつまでも大活躍だ。この生地は以前次女にパジャマを縫った時の余り布。でも結局気に入りすぎて、パジャマじゃなくて普通に外着でワンピースとして出かけている次女。早速スタイを作っていこう。今回作るのはセーラーカラーのお洋服みたいなスタイ。これは襟を留めるタブ。タブをスタイの襟付け位置につけよう。スタイ本体表布と裏布を中表にして返し口を残してぐるりと縫おう。カーブに切り込みを入れよう。
返し口から表に返そう。返し口を閉じよう。襟を作ろう。中表に合わせて返し口を残してぐるりと縫おう。カーブに切り込みを入れよう。スタイに襟を手で縫い付けよう。こちらを手で縫い付けたら、もう一つの襟をスナップボタンでつけたら完成だ。完成です。ちょっとシェリー姉ちゃんにモデルをしてもらおう。かわいいね。先生も喜んでくれました。早速袖まんじゅうも大活躍。とってもアイロンがかけやすい。これは必需品だったね。袖もかけやすい。作るのは手間がかかるけれど、歯切れで何でも作れる。手間だけど便利な、そんな私の1週間。